19日なんですけれど、夏っぽい天気になってて、今ちょっと2日ぐらい雨の日が続いて、また暖かくなるということで、結構気温の変動が激しい感じなんですけど、いかがお過ごしでしょうか。今日はブックダイジェストのタイムアウトをやります。タイムアタックをやります。で、結構初めに結構レトロス古めの人で新しめでまた古めに変えるっていう風な感じの構成で20冊ぐらいやろうと思っています。まずはですね、前回のライブの時になんずかアンダーグラウンドでお見せした空山さんにも僕はちょっと通じるなと思ってた、ヘルムート・ニュートンのレガシーというもので、まあ彼はもうずっと女性の、ファッションフォトグラフを撮ってきた方です。で、今回ですね、ベルリンでファウンデーションが、ヘルムート・ニュートンの、財団ができるということで、今回このカタログ分厚めのやつでレトロスペクティブに近いようなもう最初の方からずっとやってるっていうことで、私はアーティストでなくて、写真家だっていう風な宣言になっています。でこれが初期の方でちょっとですね、中はどうなんだろう。最初の方は本当にシックなフォトグラフから始まっているんですけれど、非常に結構怪しめな感じになってきて、どうですかね。60年代のイギリスとかでありますよね。ピギーだっけ。なんか有名なファッションフォトグラフとかも含めて書いてて、これコンタクトシートで実際に選んだやつということで、多分これプレイボーイ的なものだと思いますけど、どこを開いてもですね、ヘルムート・ニュートンのなんていうかな、テイストが出ています。で、ファッションに興味がなくても非常になんていうかな、女性を非常に強く、そして男性目線で描くということで非常にプロボカティブな物議を醸す写真家であったことは間違いないです。ちょっとあんまりヌード的なものはあんまり良くないんだと思うので、ちょっと選ばないといけないぐらいですけど、いいか。そんな感じですね。こんな感じでで一回ちょっとこれ見たんですけど構成としては非常にたまにこうやってボールドなやつがボールドなキャピタルの宣言があって、こちらに写真があるっていう風な構成でアクターとかも出てるんですけど、ジュードローとかも入ってるんですけど、そういうことでですねなんというか僕の中では、この前の見た時の空山さんの女性に対する必要な、興味っていうものも含めると、ちょっとだから荒木さんとか、空山さん、そして、日本の誰だったっけ。篠山紀信か。篠山紀信さんとか、女性を被写体にするっていう伝統をずっとやってきた人たちの系譜に入っています。入っているんだけれど、ここでもスーザン・ソンダクさんがですねあなたの写真はミソジニストに見えるっていうふうなことを書いていたりっていうことで、ある人は非常にものすごく強く女性を描いているっていう風な言い方もできるし、セクシーでプロボカティブでエロティックでセダクティブなことは間違いないです。で、この系譜をさらになんていうかな、もっとマニアックな方向に深く持っていってるのが今、スティーブン・マイゼルかなっていう人だと思います。彼も写真家で、防具を中心にしてイタリアン防具とかも結構やってるんですけど、すごく興味深い、写真を撮ってます。ということでそんな感じでちょっとスティーブンヘルムット・ニュートンのレガシーということで、今回そうですね、ファウンデーションがベルリンにできるんですよ。
それに関して今回解雇で持ってきたっていう風な作られたっていうものです。今日はもう時間気にせずにちょっとやってみたらどうなるんじゃないかなということで、タイムアタックみたいな感じなんですけど、あとはそうですね、ホックニーです。で、ホックニーももうおじいちゃんになって、もうマエストロもちょっと過ぎ去った感じ、過ぎ去ったっていうか、要するにで、ホックニーの20 Flowers and Some Bigger Pictures ということで、彼の、最新のもの、2022年の写真のもので、本当にフラワーに特化したものでどう見えるかっていう自分のものを、自分の目と今の時代の感じをいい感じで写してますね。ちょっとよく見るとですね、やっぱりすごくいいんですよ。いいんですっていうか、彼なりの一つ一つの挑戦みたいなのがゆっくりじっくり見られて、本当に画家としての人生を全うしようとしているところだと思います。これが全てのピクチャーなんですけれど、非常にもう数年前にもロイヤルアカデミー・オブ・アーツで展示をされたとは思うんですけど、いろんな今いろんなところで展示しているもののまとめみたいなことで、20のフラワーと3ビッグピクチャー、ビガピクチャーということで、ちょっと大型のキャンバスのものっていうことですね。絵画続きであれなんですけれど、もうピーター・ドイグさんです。ピーター・ドイグさんのメトロポリタンということで、これは今、金美の方で、なんか、モーリス・ルイスとかの、写真、制作の過程とかをなんか描いてるみたいな映画、展示をやってるみたいなんですけど、ピーター・ドイグさんもこうやって写真、要するに絵を描くときに、どういう風な下書きがあってみたいな、スタディ・オブ・ポートレートというか、中に使う人たちをどういう風に下準備して描いてるかっていうのを、ほんと写真ベースで追ってる感じですね。あまりテキストはなかったですね。そういう感じで、一つの絵を描くにもいろいろな試行錯誤を当然しているよっていうものです。そういう感じですね。あとはちょっと新しめの方でいきますとマックス・シュルツっていう人のこういう本なんですけど、名前は聞いたことはあるけどあんま見たことなかったですね。The Desire to Disappear ということで、消えたい欲求っていうもので、